2026年、何気なくアップロードした画像からあなたの住所が特定されるかもしれません。 Google の最新 AI ジェミニに今の画像をアップロードしてこの場所を特定してくださいと入力すると、ご提示いただいた画像の場所は沖縄県那覇市にある世界遺産首里城公園の城壁石垣付近です。怖っ。これもちろん当たってるんです。こんなことができてしまう2026年、私たちの大切なプライバシーを守るための知識と対処法について紹介していきたいと思います。明けましておめでとうございます。専門学校講師のいられさんです。2026年新年1回目となる今回のテーマは、最新 AI Google ジェミニによる画像解析から場所が特定できてしまうという内容の検証です。冒頭でお見せした画像、昔首里城に行った時の画像なんですけれども、あれだけで首里城だと特定できる人っていないですよね。私は正直怖く感じました。こんなことができるようになった2026年、私たちがこの技術の裏側を知らずに画像を上げ続けてしまっていたらどうなるでしょうか。住んでいる地域が絞り込まれたり、最悪の場合ストーカー被害なども考えられるかもしれません。で、そうならないために必要な知識とその検証を行っていくのが今回の動画です。一体どこまでが特定できる範囲なのか、そしていろいろ検証した結果分かった2026年 SNS の新常識となる対処法についても発表いたします。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。で、まずこの動画の検証のルールを説明していきたいと思います。で、まず1つ目、AI の仕様が変更される場合があることをご了承ください。これを収録しているのが2026年1月9日時点です。アップデートなどによってこの先少し仕様が変わったりするかもしれませんが、その点ご了承ください。で、2つ目、 AI は嘘をつくこともあるということで、答え合わせができるものだけを使用していきたいと思います。ですので使う素材は私が昔撮った旅行の写真とか場所が特定できるフリーの画像などを使用していきたいと思います。で、沖縄の写真も首里城が燃える前のものだったんですけれども、バッチリ特定できましたね。怖いです。で、簡単なものから画像を始めていって様々な画像を用意して検証していきたいと思いますのでお付き合いください。では早速やってみたいと思います。ビルの画像、はじめに検証してみたいと思っているのがビルの画像です。ビルの画像ってその特徴があるようでないような、土地勘のある人じゃないとわからない画像だと思うんですけど、その辺踏まえてですね、この3枚の画像を用意してみました。それぞれ別の地域で、その周辺に住んでいる人だったらひょっとしてわかるのかもしれないんですけれども、私は全て行ったことのない Adobe ストックの画像です。で、一番左が仙台です。2番目、こちらが大阪です。で、3番目、こちらが東京です。正直私これ東京だって言われても全然信じちゃうんですけれども、ジェミニでそれが特定できるのか実験してみたいと思います。まずは一番最初の仙台の画像なんですが、プロンプトには仙台などと入力せずに、この画像の場所を特定してみてということで、この画像の場所を特定してみてということでやってみたいと思います。この画像は宮城県仙台市にある仙台城跡青葉城址の展望台からっていうことで、確かにこれは Adobe ストックにある仙台市の都市風景ということでバッチリ当たってます。撮影した土地の場所を当てるだけではなく、展望台から撮影しているなんていう具体的なところまで特定されています。怖いですね、これ。私仙台の土地勘ないんで、ぜひ詳しい人に教えてもらいたいんですけど、これ本当に合ってますかね。
まだ疑り深くて嘘であってほしいような気持ちもあるんですけれども、もし見覚えのある人いたらぜひ教えてください。続いて2つ目の画像、こちらの画像、大阪の画像です。こちらもやってみたいと思います。画像の内容から、この場所は大阪府大阪市天王寺区周辺、特に阿部のハルカス、展望台、ハルカス300から北東方面を望んだ景色であると特定できます。マジっすか。で、3枚目。こちらやってみましたけれども、この画像どこの場所か分かりますかということでやったんですが、新潟県新潟市の NEXT21 の展望ラウンジであるという答えが返ってきました。ここに来て間違えました。ちょっと良かったですね。危ない。完全正解だったらちょっと怖いです。ということで、少し難しめだと思っていたこのビルの場所の特定、正解率3分の2でした。ランドマーク的なものがあればあるほど特定しやすくなるのかもしれません。続いて別の角度から検証してみたいと思います。ビルの特定はうまくいったところもあるし、うまくいかない場合もありました。続いては人工物でない山の道やってみたいと思います。で、その際使うのがこちらの映像です。もう全部で5秒ぐらいしかない非常に短い映像なんですけれども、私が山形の山寺というところに行った時に撮影した動画です。こちらのスクリーンショット、これを読み込ませてみたいと思います。この画像の場所を特定してみてということで送信します。山道といっても、実際には山寺という観光地なので、たくさんの人が訪れている。もうすぐ答えが出ました。喋らせる隙もない。で、ご提示いただいた画像は、ご提示いただいた画像の場所は山形県山形市にある山寺宝珠山立石寺です。観光地とかはもうやばいんでしょうね。人工物がなくても観光地だったら完璧に特定できるようです。じゃあもっと難しくして、だいぶ昔に行ったんですけれど、これ外国です。バリ島から撮影した画像です。で、これもうなんか海で人工物もなくって、この切り立った崖ぐらいしかなくてっていう状態なんですけれども、これで特定できるのかやってみたいと思います。こんなの特定できたらどこでも行けそう。ご提示いただいた画像はインドネシア・バリ島の南西端にあるウルワツ寺院プラルハーウルワツ周辺の断崖絶壁です。ウルワッツ寺院って確かに行ったんですけれども、その寺院の画像とか一切ないですからね。ほぼ海、人工物なしっていう、私としてはこれ波すげーって思って撮影しただけの画像だったんですけれども、それでも場所特定できてしまうっていうのがやっば。料理の画像から特定する。では続いて料理の画像からどこのお店か特定してみたいと思います。で、使用するのがこちらです。蒙古タンメン中本さんの激辛ラーメンです。私行ったことなくって、フォト AC っていうフリーサイトでダウンロードしてきた画像です。食べてみたい気持ちはあるんですが、まだ行ったことがありません。美味しいのかな？ぜひ教えてください。で、これやってみたいと思いますが、この画像からどこのお店のラーメンか特定してみてくださいということで、有名店なんでわかるかもしれないなという気持ちはありますが、ご提示いただいた画像からこのラーメンは激辛ラーメンで有名な人気チェーン店アスタリスク蒙古タンメン中本のものと特定できます。出た。詳細は以下の通りです。特定のポイント、丼の円中央上部に赤い文字で中本と書かれているのが確認できます。蒙古タンメン辛さ5レベルと書いてありますけど、どうなんでしょう。ちょっとわかんないですね。私行ったことなくて。わかる人いたらぜひ教えてください。でも蒙古タンメンっていうのだけは間違いなく当てることができたって感じです。別の料理もやってみたいと思います。やろうと思っている画像がこちらです。水沢うどん。群馬に行った時に食べた水沢うどんです。なんて言うんでしょう。こんな感じで平べったくって細長い麺が特徴です。つるっとしてて歯ごたえもよくってすごいおすすめです。この画像で試してみたいと思うんですけれども、
最初の天ぷら盛り合わせの画像ですね。こちらでやってみたいと思います。この画像からどこのお店か特定してみて。ひもかわうどんだ。そうだ、私の間違いでした。ひもかわが正しいです。富士屋本店。すげえ私の間違いを正してくるっていう。ご丁寧に場所まで紹介してくださって、すごいを通り越して怖いですよね。いや、その後にちょっと調べたんですけれども、富士屋本店ではなかったです。奥利根うどん本舗が正解です。完全なる店舗の特定までには至らなかったって感じですね。ひもかわうどんであることだけは間違いありませんでした。じゃあもうここで一番最難関、もうそこらの道やってみたいと思います。こんな感じの画像、もうどこだか私も分かりません。これ私撮ったやつじゃなくて、これもフリー素材なんですけれども、三重県の東志島、三重県の東志島だそうです。もうこれどっかの観光地でもないでしょうし、もう特定するのは難しいんじゃないかな。あるとしたら Google マップのストリートビューをしっかり読み込んでいるとか、そういったところで可能性はあるかもしれませんけれども、やってみたいと思います。できました。神奈川県三浦市三崎ということで、間違えました。素晴らしい、よかった。さすがにこのレベルでは特定することはできないみたいですね。よかった。これができたらとんでもないなと思っていたんですけれども、これは無事ダメでした。よかったです。ということで、いくつか検証してみましたけれども、特定できた画像と特定できない画像があるのが分かりました。じゃあこの技術を使って何ができるのかっていうところを考えてみたんですけれども、例えばですね、聖地巡礼の場所を特定するとか、今 Google マップを見てるんですが、スラムダンクの聖地巡礼としてなんか観光客がとんでもないことになってますけれども、こういった聖地を特定するみたいな使い方、きっとこのジェミニでできるんじゃないかなというふうに思いました。これだったらなんか健全な使い方だと思います。あとは SNS などで見かけた気になる場所を特定してお出かけできるっていうのもいいかもしれません。例えばこんな洋風のお城が日本にあるんだ、行ってみたいみたいな、そういったところをですね、特定することができて、楽しくお出かけプランを立てられるみたいな使い方ができるかもしれません。で、これは試していませんけれども、ひょっとして浮気調査など探偵的な使い方もできるかもしれません。先ほどのね、これで特定できなかったところもありますので、不確定なことや予想なども含んでいますけれども、探偵的な使い方もできるかもしれません。さらにやはりちょっと触れずにはいられないんですけれども、悪用するとストーカーとか、そういったストーキングなどにも使えるかもしれません。これは怖いですよね。で、皆さん気をつけましょうだけで終わると本当にひどい動画になってしまいますんで、2026年 SNS の新常識としてこの位置特定に対する対処法についても紹介していきたいと思います。2026年 SNS 新常識となる位置特定に対する対処法ということで、まとめと対処法についてです。検証の結果どう感じられたでしょうか。100% ではないにしてもかなりの精度で当てられてしまっているっていうのは、驚きを通り越して私は本当に恐怖を感じました。しかし2026年、私たちにとってこの技術から目を背けることはもう不可能です。だからこそ今日から実践してほしい新常識を発表していきたいと思います。で、対処法についてなんですけれども、AI は画像の特徴的な部分をパターンとして認識しています。首里城の画像であれば石垣の積み方だったり植物の種類から判別しているようです。ガードレールや電信柱からも判断できるという話らしいんですが、その要素について私たちが全て覚える必要はありません。画像をアップロードする前に一度 AI にこう聞いてみるだけで大丈夫です。この場所がどこか特定できますか？
という質問です。要するに AI で特定できるかどうかも AI に聞いてしまうということです。もし AI がそれで場所を言い当てることができたら、その画像には何らかの特定要因が含まれています。投稿を控えるか、加工を施すか、何かしらのワンステップが2026年の防衛策になります。ただ、どうしてもこういった使い方だけでは防衛できない部分も出てくるかと思います。そもそも2026年は画像のアップロードに対して今まで以上に神経を尖らせる必要があるんじゃないかなというふうに感じます。私も顔出しをしていない身としてですね、むっちゃ敏感になっています。で、これまで以上に敏感にならないといけないなという覚悟で今回の動画を作成いたしました。この動画が皆さんの2026年ネットリテラシーを高めるきっかけになれば嬉しいです。この情報は多くの人が知っておくべきだと感じたら、周りの友人などにも教えてあげてください。また YouTube ではハイプボタンや高評価、コメントを増やすことでも拡散力を増やすことができます。この動画が広まって正しい知識を持ってもらうことが私の願いです。皆さんのたった1回のクリックが、たった1回のタップがこの動画をより多くの人に届け、リテラシーを高める役に立てると思いますので、ぜひご協力のほどお願いいたします。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。